形こそ似てるものもあるんですけども、はい、その殺傷性破壊性っていうのがあまりにも違うので、宮平先生から見た通常の合気道っていうのはどのような角度で、白川龍二が宮平保と武術対談。実はこれブルーレイボックスクロスロードエボリューションのワンシーンなんです。他にも仙台での山中トレーニングとロングインタビュー、そして沖縄では武道館の畳の上で合気道を披露、そして中国武術の恐ろしい技を味わいまくる。おまけに石井東吾先生パートもたっぷり入った全6時間半。大満足のブルーレイボックスから今日は武術対談の冒頭をお見せします。改めまして2日間の指導ありがとうございます。こちらこそ。実際に体験して思ったんですけど、やっぱ形こそ似てるものもあるんですけども、はい、その殺傷性破壊性っていうのがあまりにも違うので、やはりこれがやっぱ中国の文化が来る側面、いわゆる中国武術と言われている、そして合気道は合気武道と言われている武道で、それぞれのやっぱりその思想が大きく現れてるなって改めて感じたんですよ。はい、同じような形でもやっぱその破壊性だったりその殺傷性があるっていうのはやっぱりそれぞれの道があまりにも歩んだ道が違うかなっていうのを改めて私感じたんです。そうですね、私もいろんな技の共通性っていうのを感じましたけど、中国武術が、の方が、殺傷力が測れる部分ではありませんけど、ただ武術はまだ武道といういわゆる普及大衆化という面で特に昨日は陳南という技術を主に説明させてもらいましたけど、まだ武道化してないっていう分、野生的というか生々しさというのがまだ残っているという、そういうふうに映られたかもしれませんね。そうですね、やっぱり改めて武道と武術の違いっていうのをなんかちょっと認識っていうか、やっぱりもう体感したっていう感じがありますね。武道化したことで普及発展安全性が高まったところ、だけどその分失われたのがもしかしたら殺傷性だったり破壊性だったんですけど、逆に先生の武術の場合にはそこに特化している部分であって、やっぱそこがやっぱその武道それぞれどっちがいいってわけじゃないんですけど、それぞれやっぱり大きな違いがあったなと改めて感じました。そうですね、ただ現代という時代においてやっぱり武道の側面っていろいろありまして、やっぱり教育、体作りと、健康法であったりという部分もあるので、ただ殺傷力ある武術っていうのはじゃあ現代っていう、この法治国家で、過剰防衛にもなってもいけないというその環境の中でどれぐらいその殺傷力ある武術をいまだに私続けてるかっていうのは、ある意味ちょっと時代的には時代錯誤という面もなきにしもあらずだと思うんですけど、ただこういう技っていうのは人体を破壊してしまうっていう危ない技は、現代で例えば人を、相手にここをやってしまうっていうのは絶対できませんので、これはかつて古い時代にこういう技の効果を実際に体験してきたものをなんとか継承してきてなんとか受け継いでいるものなので、今一度切ってしまって、じゃあ今後さらに研究してみようっていうとなかなかそういう環境はありませんので、以前の危ない技術をギリギリ今道場では伝えておりますけど、ただ今後これをどうやって生かしていくかという面では我々もちょっと考えるところはいっぱいあるかもしれませんね。なかなか難しいですよ。一度失われたらそれをまた取り戻すのも難しいですし、そうですね、完全に安全化したらまた違う道に行ってしまいますよね。そういう意味で指導者の難しさっていうのは、一度こういうふうにする、そうすると普及発展、いわゆる愛好者の拡大といいますか、なるんだけど、そのさらに行くと方向性がちょっと歪んでしまうというか、そういう面もちょっと気をつけないといけないと思いますね。型で継承するっていうのもあるんですけど、じゃあ一方で型でやると型にはまってしまう、形骸化してしまうっていうのを避けるために、では自由に攻防する試合競技というふうな方向も取り入れるとすると、それはそれでまたルールに合わせて徹底して練習しますので、結果としては自由に動きで攻防するんではあるんですけど、どっかでまた行き詰まって、本来伝えたかったのはこうではないんだけどなっていう部分で行き詰まったりします。なので指導する側っていうのは非常に
難しい面が本当に難しいですよ、はいシステム化して指導できるものではないなというふうに感じました、うんうんうんやはりこう危険なことを教えてるので、その精神だったりその稽古方法もやっぱり繊細に伝えないと間違った方向に行きますし、はいかといって安全にルール化してしまったら、はいはいまた競技化してまた違う方向に行くので、はいはいはい非常に繊細で難しいことを難しいですよね先生はされてるんだなとはい感じます。これはもう善だ悪だではなくて、まあ、いわゆる陰陽といいますか、陽の中に一点の陰があり、陰の中に一点の陽がありっていうふうにこう、なんていうんですかね、もうその都度その都度こうさじ加減をしながら、でこれ各門下生によってもレベルが違います。まあ、例えばうちのメンバーでもベテランのメンバーでは、要するに組んだ時に、まあ、躊躇なく相手が倒れた後躊躇なく足が出たりという人と、やっぱり人として相手が倒れた時に躊躇なく足が出るっていうのはやっぱり普通はやりませんので、そういうレベルになったら逆に柔らかい練習をしたり、健康になる練習をしたりと。で相手にそもそもで何ていうんですかね、相手を倒さないではなくてまだ倒せないっていうレベルの場合は、その武術的な部分をこう少し多めに練習したりっていう、常にこのもう本当に門下生一人一人の思考まで入ってい本当にって見ないと思考まで入っていって、まあマンツーマンではないんですけど、それぞれのアドバイスは変えていると思います。一人一人ちゃんとどのレベルか見てみないと、はいはいはい危険な本当にケースになってしまいますし、また勘違いしてしまうかもしれないですよね。そのバランスを見ながら、まあ、これは作品という言い方もまた違うと思うんですけど、非常にこう繊細に作り上げているって感じですね。やっぱそういう面ではやっぱ本当に普及が難しいことを先生はされてるんだなと思いましたね。ああ、いえいえ。ワン、ツー。いつもいろいろ発見してます。お願いします。はい、お願いします。久しぶりで。下に横下。それぞれの道があまりにも歩み方が違うかなっていうのを改めて感じたら、必要なのか必要じゃないかは僕が出したい答えなので、だから今それを、に全力で向き合ってるっていう感じです。はい。